皆さんこんにちは。横浜工部館道場の師範代をやっております山口と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、私の事務所は20人ぐらいなんですけども、そこでいろんな人を採用した、そこの感想なんですね。40年近くビジネスやっててですね、日本中の有名な国立大学、私立大学、それから引率の人ですね。そういう人を次々採用したんですけども、そこで感じたことですね。定型の業務だととても能力があるんですね。まとめたりですね。だけど我々はそれだけじゃなくて、お客さんから困っちゃったんだけどもどうしたらいいでしょうっていう相談がよくあるんですね。お客さんの方もいわば学校で言えばその一流大学で一流企業の人たちが社内で議論してもわからない、それを相談に来るんですね。そうすると我々としてもですね、やっぱり難しいですねって言ったら一銭にもお金にならないんですね。だからなんとか答え出さなきゃいけない。ところが会議をやってもですね、そういう一流大学の人っていうのはほとんど意見言わないですね。たまたまなのかもしれないけど、だけど40年間ですからね、いろんな人が答えして、やっぱり恥かきたくないっていうことなのかもしれないんですが、答えを出してくれるの、時々意見言ってくれるのは、私立大の方が多かったですね。そうすると、その原因は何なのかなっていうと、答えが分かっているものに対しては、挑戦はできるけれども、答えの分かんないものに対しては口を出したくない。それで売り上げが下がってもそれは自分の責任じゃないんだっていうことなんですね。この話と合気道と何が関係あるの？その合気道は個人の修行になるんですね。団体競技と違うんですね。まず自分だけ、求めるのも自分だけ。しかも合気道の場合は試合がないから、本当に自分が強いのか強くないのか、自分の中を見つめなくちゃいけない。でも団体競技の場合は、例えば試合で負けても、あいつがあそこであんなことしなければっていうようなですね、その人のせいにする、あるいは相手の失点によって勝っちゃうっていうこともね、スポーツでありますよね。だけど合気道はそういうことないですね。相手の失点なんていうのもないですね。だから自分の技術だけで我々はそこで基本動作っていうのを徹底して、何度も言いますけども6本の基本動作プラス一つの構えですね。それだけに徹底してるんですね。ここで中島館長のご指導はですね、そういうことで2段3段ぐらいまでは徹底して基本をやりなさい。だからそれは大学院のレベルですね。しかしそれ以上になったら自分で技を考えなさいって言うんですね。だから相変わらず基本の技ばっかりやってるけれども、それじゃダメだと。応用の技を自分で考えなきゃいけない。それが今言ったですね、大学院での教わったこと以上に発展しないっていうのは、合気道で言えばそういうことなんかじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから自分の反省としてもですね、基本の技はできるけれども、それが合気道で本当に応用技になってるかなっていうことを館長の教えを思い出しながらですね、常に反省している状態であります。日本の教育制度をここで議論してもしょうがないし、国立でもないし大学院も行ってない私があれこれ言えることじゃないんですけれども、一つそういうつもりで稽古をしたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。またお目にかかりましょう。失礼します。